たいことはあるが、まともに答えてくれるのか？こんばんはヘイ。僕はエボシだよ。エアガンが大好きなカメレオンなんだ。今回はエアガンには興味あるけどどれから手を出そうか、と考えている人に向けてのおすすめ銃の紹介動画だよ。今回は、来年発売するバイオハザードレクイエムに、我らがレオン・スコット・ケネディが登場することが判明したので、レオンが今まで使った銃を中心に紹介していくよ。泣けるぜ。エアガンに興味あるけどどの銃を買うか迷ってて、バイオのレオンは好きだよというカジュアル向けに話していくよ。エアガンは興味ないけど、バイオハザードが好きな方も歓迎まったりと雑学感覚で楽しんでいってね。自己紹介は終わりだ。それではゆっくり見ていってね。他にもいろんなジャンルの動画を出しているよ。よかったらチャンネルのマイリストから見てみてね。それじゃあまず簡単にレオンの紹介から。レオン・S・ケネディは、バイオハザード2、4、6に登場する主人公の一人だよ。レオンは、警察になった配属初日に、バイオハザードに巻き込まれ、命からがらゾンビだらけの街から脱出するものの、保護という名目で要請されアメリカ合衆国のエージェントになった正義官だよ。ホワイトハウス直属のエージェントになってからは、大統領の娘の救出や、バイオテロの事態収集など、様々な場面で活躍しているんだ。こういう状況は慣れっこか。そんな彼も、多くの戦闘で様々な銃を扱っており、彼なりのこだわりもあるので注目していくとまた面白いんだ。そこをエアガンに紐付けていくと、シューティングを楽しむだけでなく、一種の推しグッズ、推しアピールにも繋がって面白いんだ。もちろん、サバゲーやシューティングレンジなどの趣味にも繋げられるし、撃たずにインテリアとして飾るもよし。楽しみ方はそれぞれ。安くしとくぜ。確かに、間違った使い方をすると危ないけど、ちゃんと扱い方を学べば良き相棒にもなってくれるんだ。それではここからはそんな推し活にワンステップ踏み出すため、レオンが使った銃を紹介していくよ。まず最初に紹介するのはヘッケラー&コッホ、VP70。エアガンでの販売は少ないけど、中古で売ってる場合があるよ。バイオハザード2で、レオンが初期から愛用している銃だよ。バイオ2だけでなく、多くのシリーズで使用しているよ。エアガンとして見ると、癖が強くなかなか出回っていないことから、値段も高く、デビューで買うのにはおすすめではないけど、コアな人気もあるので、覚えておくだけでもいいかもね。レオンへの愛が強い人なら、持っていても損はないかも。持ってたら普通にエアガンマニアにも自慢できるほど渋い銃だよ。本当に値段が高いので、これを最初のエアガンにするのはあまりおすすめしないけど、持ってたら間違いなく本物のレオン好きだね。次に紹介するのはデザートイーグル。レオンがマグナムとして使っている銃だよ。さっきの VP70 よりかは安く、現在も販売されてるので新品も買えるよ。何よりもすごいのはデカさ。まさにパワーイコールジャスティスといった銃だよ。デザートイーグルは、バイオハザードコラボモデル、通常モデルと、色々あるので通常モデルなら入手も簡単。ただし、ハンドガンとしてはかなりでかいので、女性の方が持つなら、実物チェックがおすすめだよ。レオンの切り札でもあるのでめちゃ目立つこと間違いなし。欲しい場合はカラーリングやモデルなど、吟味してチョイスしてみてね。ちなみに、カスタムしたデザートイーグルも再現可能なので、もしデザートイーグル愛に目覚めたらこっちの方向もあり。こちらも初心者がデビューするには少しコアだけど、デカさこそ正義というタイプはこっちもいいかもね。だいぶでかいので、ケースなどもしっかり用意する必要あり。でも、ここまででかいと注目間違いなし。僕は結構好きだよ。飾るだけでもおすげーってなるので、僕も実は注目してる欲しい一丁なんだ。ちなみに、でかい銃が多いけど実は小型の銃もレオンは過去に使っていることもあるので豆知識に紹介。それがグロック26。ゲームでは使っていないんだけど、3DCG 映画、バイオハザードディジェネレーションで使ってたよ。これはあまりにニッチな情報なので、バイオ好きの間で話しても、その銃はレオンは使ったことないよと言われるけど、ディジェネレーションでレオンがサイドアームで使ってるよ。これを知ってる人がいたら相当マニアックと言っていいほど。ウィキペディアにも記載があるので、押しと奥で少し盛り上がるかもね。レオンも緊急の時に使ったものなので、もし聞かれたらこのシーンを見せれば大丈夫。でもかなりマニアックなのでそこは注意。また、ハンドガンだけじゃなくショットガンもレオンは使ってるよ。ショットガンならやはり M870。これもかっこいいよね。ショットガンは、撃てる回数がハンドガンより少ないけど、両手持ちで撃ち応えも抜群。
サバゲーやシューティングでは扱いが難しいけど、癖になる一丁でもあるよ。また、一発で複数の BB 弾を飛ばすこともできるので、デカさも抜群、写真映えも抜群。ゲームで愛用してたよという人はこれを買うのもいいかもね。でもでかいので扱いは注意。もちろん、持ち運ぶ際は専用ケースも必要なので欲しい気持ちも大事だけど、ルールを守るのも大事だよ。実用性よりもロマンこそ一番という方には、このエアガンもおすすめだね。YouTube の別の方のチャンネルでもレビュー動画はあるので、それを見て吟味するのもいいかもね。そしてここからは、コラボ限定モデルなので、中古で買うことになるけどやはりレオンといえば SG09R も欠かせないよね。バイオ RE4 でレオンが初期装備で使う種類。このモデルは東京マルイでしか扱ってないのでレオン推しならこれ。コラボ期間限定生産なので、買うのであれば中古になるけど、比較的入手はしやすいと思うよ。このエアガンを持ってれば十中八九レオン推しで間違いないので、もし無難にどれにすればいいってなったらこれが一番だよ。生産された限定モデルの中ではとても新しいので、性能も比較的安定してるよ。バイオ RE4 でレオンを知ったならこれだね。最後に、こちらも期間限定モデルだけど、センチネル9、レオンモデルもスタイリッシュでかっこいいよ。この銃は、もともと 3DCG 映画で使われてたレオンの銃なんだけど、逆輸入する形でゲームに実装された一丁なんだ。レオンの所属するアメリカのエージェントに支給された銃という設定なので、エージェントなレオンになりきりたいならこれ。見た目もスタイリッシュでまさにハンサムな一丁だよ。限定生産品なので、気軽に使うのは怖いけど、相談数も多いのでシューティングゲームにも使える種類。ウプ主個人的にも、もし今日紹介した中でどれが一番いいかと聞かれたらこれがおすすめ。ただし中古、高価、限定なのでゲームで使うよりかはコスプレやインテリアが無難だよ。以上、レオン好きにおすすめのエアガン紹介シリーズ、どうだったかな？エアガンというのは、決して安くない趣味になるので、気軽に入り込むのが難しいジャンルだけど、だからこそ興味がある人に参考になる動画になってたらいいなと思っているよ。一回の買い物が大きい出費になるからこそ、公開の内容にこういったエアガンデビューもありなんじゃないかと、僕なりのアプローチになります。日本のエアソフトガンはとてもクオリティが高く、性能も優秀なので、バイオハザードがきっかけで興味を持つというのも全然ありだと思うよ。各有僕も、バイオハザード4がきっかけでエアガンに興味を持ったので、共感できる人がいたら嬉しいです。他のバイオハザードのキャラが使う銃のリクエストも歓迎なので気軽にコメントしていってね。当チャンネルでは、他にもバイオ含む、様々な作品のキャラが使う銃なども紹介しているので、エアガンに興味がある人はぜひマイリストから見ていってね。当チャンネルでは、他にもバイオ含む、様々な作品のキャラが使う銃なども紹介しているので、エアガンに興味がある人はぜひマイリストから見ていってね。チャンネル登録も歓迎です。そういったところで今回はここまで。リクエストや、使ってるエアガンの話などコメントも歓迎なのでぜひ書いていってね。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。調子のいいやつめ。いろいろと話がありそうだな。